こんにちは、ゆめねこです。今回はサワダネを使ったパン作りです。早速材料工程を確認しましょう。それでは始めましょう。はじめにサワダネを 60g です。サワダネの作り方は説明欄をご覧ください。サワダネにパワーがあるかどうかが重要なポイントになります。この残った種は繰り返し使えるので、冷蔵庫に戻してまた次の仕込みで使ってください。それでは蜂蜜を 5g です。蜂蜜は入れずに作ることもできますが、加えることで発酵力が高まったり、色づきを良くする役割があります。蜂蜜の代わりに砂糖を3から 5g ぐらい加えることもあります。続いて塩を 3g です。水を 110g です。ここで水温についてですが、夏は常温の水を使っています。冬場は30から35度ぐらいのぬるま湯を使います。この日は12月上旬で水温30度で仕込みましたが、例えば朝起きたすぐで部屋や道具や粉も全部まだ冷えていたり、冷蔵庫から出してすぐの冷たいサワダネを使う時などは35度くらいのぬるま湯を使いますが、正直熱すぎなければ大体で構いません。細かいことは気にしなくても大丈夫です。それでは一旦はかりから下ろして軽く混ぜておきます。混ぜておくことで少ないこね時間でも溶け残りの心配がありません。ここでサワダネについて、出来の良いサワダネは水に浮くと言われますが、正直この中挽きのライ麦粉で作ったサワダネはプカプカと浮くような感じではありません。浮かなくても強い発酵力があるので安心してください。それではボウルをはかりに戻します。続いて強力粉を 170g、 同じボウルに直接はかり入れていきます。それではこねましょう。私事ですが、最近キッチンリフォームをして、今までステンレスの台だったのが人造大理石トップになったんですね。見た目の美しさはとても気に入っているのですが、ガラス食器とのあたりが結構強くて、すでに食器が1枚欠けたので、布巾などを敷いて割れないように気をつけてください。はじめはこねるというよりは粉が飛び散らないように混ぜている感じです。今回の動画は2分半くらいのこね時間でしたが、気合があれば1分ぐらいでガッとこねることもできます。また初めからもっとしっかりとこねてもいいし、今回のように簡単なこねの場合は後のパンチを強めにすることで少ないこねを簡単に補うことができます。混ぜ始めはこのように少し粉っぽさを感じますが、すぐに馴染んできます。それではざっと馴染んだところでスケッパーに変えたいと思います。このように揺らすようにしてこねていきましょう。スケッパーの丸みを使ってこのボールの丸みをこするような感じです。たまにこのように生地をひっくり返すようにしてまんべんなく混ざるようにします。スケッパーを使ったこね方はとにかく手が汚れにくいです。手荒れしやすい方や手ごねに抵抗がある方には本当におすすめのこね方です。ここから少し早送りをしたいと思います。2分くらい経過したところですが、この程度ざっと混ざれば十分です。それではこれでこね上がりになります。ボール周りもすっきりとさせましょう。なんとなく真ん中に集めるような感じで
ひとまとめにしておきます。少し生地の様子を見てみましょう。この程度のまとまりで十分です。それではカバーをしてひとまず約45分発酵を取ります。約28度管理が理想ですが、夏場は室温管理で十分です。真夏だと近くに保冷剤を置くなどして発酵が早まりすぎないようにしましょう。冬場は発酵機や暖かい場所での管理がおすすめです。ここで発酵の取り方についてです。今回は初めに少し発酵を取ってそれを冷蔵庫に入れる、そして冷蔵庫から出した後に再び発酵を続けるという作り方をしますが、冷蔵庫に入れずにそのまま発酵を続けることもできます。その場合は合計で約5時間ほどの一次発酵を取ります。サワー種のパワーや室温などによって時間は前後するので、早くて4時間、遅くて6時間くらいかかると予定をしておきましょう。長時間の用事がある日は冷蔵庫に移しておくのが安全策です。今日は休みだし遠出もしないというような日は通常発酵にしたりと、自分の都合に合った発酵の取り方をしてください。それでは次に進みます。約45分が経過しました。このくらい緩んだところで1回目のパンチをします。手に水をつけておくと作業がしやすいです。コネが少なかった生地も少し時間を置くことでこのように伸びやかになってグルテンがつながりやすくなります。少しこねるようなイメージでパンチをしていきたいと思います。このようにボール周りを使って張らせるようにするのがおすすめです。もしも初めにもっとしっかりとこねてある生地の場合は、今回のようなこねるようなパンチではなく、このくらいの丸める程度のパンチで結構です。それでは1回目のパンチができました。このタイミングでも2回目のパンチの後でもいいですが、ボウルに軽く油脂を塗っておきます。生地のくっつき防止のためです。それではカバーを押して発酵を再び約45分取ります。はい、それでは30分が経ちました。本当なら45分くらいは発酵を取りたかったのですが、ちょっと用事があるので30分で切り上げて2回目のパンチをします。このように時間は絶対ではないので、都合に合わせて臨機応変に行きましょう。2回目のパンチはこのくらいの軽い丸めで十分です。ボウルに戻し入れて、今度はこれを冷蔵庫に移したいと思います。冷蔵発酵を約5から9時間取ります。今回は野菜室を使用しています。はい、それでは約5時間後の様子です。こちら冷蔵庫から出した直後の様子ですが、想像していたより発酵が進んでいません。下から見ても気泡が確認できません。ここが今回結構大切なポイントになります。これはサワードゥブレッドに限らず冷蔵発酵させていた生地に言えることですが、夏と冬の冷蔵庫では発酵スピードが違うように感じます。我が家の冷蔵庫の場合、夏場の野菜室での発酵の場合もっと大きく育っています。逆に冬場は今回のようにあまり大きくなっていない日もあります。サワー種は各家庭で使っている粉や管理温度も違うものなので、どうしても発酵時間は何分ですと決めることができません。なので、もし発酵が進んでいなければそこから発酵を続ければいいし、夏場で野菜室で大きくなりすぎたなと感じるようなら、次からは野菜室より温度の低い普通冷蔵庫で管理をしてください。また冷蔵しないという選択肢もあります。また野菜室を使わずに発泡スチロールに保冷剤を何個か入れて
常温管理よりは発酵を遅くして野菜室よりは早くといったように、その日の都合に合わせて発酵時間を調整することもできます。少し話が遠回りになってしまいましたが、目安としては夏であれ冬であれ、どんな発酵具合であれ、冷蔵庫から出した生地を室温に戻しながら、このくらいの大きさになるまで発酵を続けます。ここでしっかりと大きく育つまで発酵をとっておくことが大切なポイントです。夏場ならこのまま室温で大きくなるまでここで放置しますが、冬場はキッチンでは寒いので発酵機に移します。大きくなるまでの時間は1時間だったり2時間だったり、冷蔵時間などにも左右されます。夏場だと冷蔵後、すでに大きくなっている場合は30分くらいしか室温に置かないこともあります。それでは大きくなりました。今回なんと3時間もかかりました。冷蔵庫に入れる前の生地の発酵状態がわかめだったので、それも時間がかかった原因の一つだと思います。このくらいしっかりと膨らんでいると、重すぎない適度な軽さのあるサワードゥブレッドになります。それでは台に出していきます。生地がボウルから剥がれにくくなってしまいました。もう少しボウルに油脂を塗っておいた方が良かったです。なるべく生地が傷まないようにすると綺麗な仕上がりにつながります。少し粉を振って上から押さえてガスを抜きます。この時なんとなく四角形になるようにしておきましょう。3分の1を折ります。再び3分の1を折ります。軽く押さえて形を整えておきます。ひっくり返して、この時生地がくっついてしまわないよう作業台に軽く粉をなじませておきましょう。それではベンチタイムを約30分取ります。ここで発酵容器の準備をします。プラスチック容器にキャンバス布を敷いて、このように溝を作っておきます。それでは30分が経ちました。生地が緩んだところで成形をします。生地を移動させるときはスケッパーがおすすめです。軽くガスを抜きます。ひっくり返して、粉っぽい場合は払っておきましょう。上から一つ折ります。軽く押さえます。もう一つ折ります。もう一つ折ります。今回はさらにもう一回折りますが、3回で閉じ合わせても構いません。最後閉じ合わせます。閉じは軽くつまんでおきましょう。この時ベタつくようであれば少し粉を振って転がして形を整えます。ここは太さを整える大切なポイントです。閉じを下側にします。これで成形ができました。それでは発酵容器に移しましょう。ここで形を整えておくことも大切です。溝に少しゆとりを持たせておきましょう。それでは蓋をして発酵を約90から120分取ります。28度管理が理想ですが、もっと低い温度で発酵を長くすることもあります。はい、それでは120分が経ちました。この濡れ布巾ですが、空気が乾燥しているときは途中で中に入れておくことがあります。フランスパンなどのハード系はロールパンなどと違って比較的低温・低湿度で発酵をさせます。このくらいふっくらしたら発酵完了です。こちらが発酵前、こちらが発酵後の様子です。発酵する時の温度は高すぎない方が良い仕上がりになります。それでは焼く準備をしましょう。牛乳パック2枚にオーブンシートを重ねます。
牛乳パックはオーブンに生地を滑り込ませるときに便利です。鶏板代わりにプラスチックまな板などを使います。この時軽く手を添えてそっと乗せるようにしましょう。それではクープを入れます。クープの入れ方についてですが、クープの角度や深さによって仕上がりが違った印象になります。クープの入れ方実験をしたので、ぜひご覧ください。線と線が3分の1ずつ重なっているのが理想です。真ん中1本を長くするなど、自分の好みを見つけてください。それではカットラインにオイルを垂らします。これ邪道だと思う方はもちろんかけなくても結構です。ただオイルをかけることでクープミスが激減して綺麗なクープが開きやすくなります。ボトルタイプがおすすめですが、ないときはスプーンで垂らすこともあります。スチーム用に水を 80cc ほど用意します。スチームをかけることによってパリッとしたハード系特有のクラストの食感を作り出すことができます。オーブンは天板1枚、タルト石とともに最高温度に予熱をしておきます。それでは焼きましょう。熱い天板に生地を滑り込ませます。すぐにタルト石めがけてスチーム用の水をかけ扉を閉めます。そのまま4分放置します。4分後、温度を230度に下げ12分から様子を見ながら焼きます。蜂蜜や砂糖が入っている場合、色づきに注意をしましょう。残り 2,3 分頃、天板を前後入れ替え、焼きムラを防止します。必要があれば焼き時間、温度を調整してください。それでは12分で焼き上がりました。ガスオーブンは電気オーブンより火力が強いと言われています。なるべく高温短時間で焼けるようにお使いのオーブンで調整してください。それでは裏側をコンコンとしてみましょう。しっかりと発酵が取れたものはこのように軽い音がして持った時にずっしりしすぎません。またイースト仕込みは焼きたてから冷めたてが食べ頃ですが、今回のサワダネ仕込みは冷めて落ち着いてからが食べ頃になります。それでは翌朝の様子です。今回の配合以外にサワー種の使用量はそのままで、仕込みの粉量などを増やした作り方もあります。こちらは冷蔵発酵なしで進めたバージョンなので、よかったらぜひお試しください。最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。